皆様こんにちは。ビビリの家族が行くキャンピングカー生活の小宮家と申します。我が家はこのキャンピングカーの中に家族3人で暮らしながら日本を旅する家族でございます。今回実は雨の日なんかにとても重宝できそうなアイテムが我が家に届きました。こちらモルスゼロという超小型の衣類乾燥機でございます。実は我が家に来てもう1ヶ月以上経つこのアイテム、当初メーカーさんからレビュー依頼をいただいた時はいくらコンパクトといっても車内に乾燥機は贅沢すぎる、さらに太陽光で自家発電する我が家には乾燥機を回せるだけの電気を確保できないだろうということで見送らせていただく予定だったんですけども、商品詳細調べるとですね、どうもそんなことなく革新的な商品であるということが分かりました。ということで3週間この商品使い倒しました。メリットデメリット含めてガチンコレビューさせていただきます。まずこのモルスゼロ、工事一切不要です。コンセント1本で動きます。つまり車内でポータブル電源で動かせるということになります。重さは 13kg なので男性であれば軽々と持ち上げられるレベルだと思います。車内どこでも使えるというメリットはありがたい。我が家は現在ですね、キッチンの隣にあるこのマルチルーム、いわゆるシャワールームなんですけども、こちらに台を作ってその上で回して使っております。では実践を踏まえて消費電力等をお見せしていきます。我が家で特に使っているのがこの娘の肌着の乾燥に使います。もう何枚あっても足りないこの子供の肌着。大人の衣類はまだ余裕があってもこの肌着がなくなったらコインランドリーに行くような生活をしてますので非常に効率が悪かったんですけども、モルスゼロが来てこの3週間肌着手洗いしてですね、このように乾燥機で乾かしてパッと使えるというのが非常にありがたいなと思っております。操作性は非常に単純だと思います。この上面にあるコントロールパネルで8つのメニューから好きなものを選ぶという形になります。娘の肌着の乾燥にはいつも我が家はこのスマートというものですね、この全自動乾燥のものを使っております。実際今このポータブル電源でモルスゼロ動いております。消費電力なんですけども、開始27秒で約 1042W という記録をしました。オフィシャルの記載では最大出力 1200W とありますので、定格出力 1200W 以上のポータブル電源があれば問題なく動かせると思います。実際高出力なのは一時的で、あとは 400W から 900W を行き来するような省エネ構造になっております。この庫内の洗濯物の状況に応じて電気量を自動で制御してくれるというものですね。これは本当素晴らしいなと思いました。で、その仕上がりの質感なんですけども、これはもう文句なしでございます。ふわっふわです。これはもう家族全員絶賛しておりました。気になる消費電力なんですけども、娘の肌着2枚の乾燥でかかった時間約20分、使った容量はポータブル電源の 100% 中 13% でございました。ちょっと複雑な説明になるんですけども、このポータブル電源の容量が 1260Wh というものになります。これの 13% 分なので使用した電力量は 164Wh となります。これを家庭の電気代に換算すると、子供の肌着2枚乾燥するために使った電気代は 4.4 円ということになります。はい、もちろん2枚と言わずもっと乾燥することもできます。最大容量は 1.5kg ございますので、素材にもよるんですが T シャツなら6枚、シーツなら2枚分ぐらいを乾燥することができるそうです。ちなみにこの容量なんですけど、モルスゼロに関しては濡れた洗濯物に対して言うことらしいです。つまり今回の洗濯物ですと 490g 約 500g ですので、これの約3倍はあとモルスゼロで一度に乾燥することができるという計算になります。ということで、さっきの倍以上の容量になる、肌着3枚、T シャツ1枚、長袖パジャマ、上着を1枚乾燥させてみました。かかった時間は45分、使った電力はポータブル電源 100% 中 46% でございました。こちら先ほどの公式に当てはめると電気代 15.6 円でございました。圧倒的なコストパフォーマンス。しかしここでですね、モルスゼロをキャンピングカーで使う最大のデメリットが浮き彫りになります。はい、ここはね、さらっと流せない情報なんでメーカーさんにはね、大変申し訳ないんですけど、しっかりお伝えしておきます。容量を増やして乾燥すると、先ほどの肌着2枚とは明らかに違う部分があるんですね。この庫内の湿度、この蒸気を含んだ熱風がモルスゼロの後部から放出されます。これがですね、冬だったらまだいいんですけども、この夏場とかですね、梅雨時期にはなかなか大敵になるんじゃないかなと思います。やはり狭い車内でこのモルスゼロを使う最大のデメリットなんじゃないかなと思います。車内の湿度もこの時 90% を超えておりました。どうしてもこの車内で大量の洗濯物を乾かす時はもう窓全開にしてですね、その蒸気を外に逃がす、もしくはマルチルーム、シャワー室のような完全防水の部屋で換気扇を回して戸を閉めて使うか、この2択になってくると思います。ちなみにですね、先ほどの肌着2枚程度でしたらこの問題は特に気になりません。我が家の場合どうしても乾燥する量が増えたら数回に分けてやっております。
はい、続いて快眠性の向上ということで、こちらですね、今毎日我が家がやっています。この寝るときに下に引くこのシーツ、この時期ジメジメして、しかもメンズのオイニーが染みついてあまり気持ちいいものではありません。そんなお父さんたちにぴったりのモードがこの除菌モードなんですけども、このモードで10分間乾燥をかけることでですね、熱とこの真空状態、あと UV で除菌されたほかほかのコットンシーツが出来上がります。我が家はですね、バンクベッドのベッドスペースはあまり使わず、このコットンシーツで現在川の字で寝ることが増えました。汚いと言われ続けているお父さんの逆襲。ちなみに使ったポータブル電源の容量 8% 電気代に換算すると 2.7 円ということになります。ちなみに先ほどの娘の肌着ですね、全く同じ条件で肌着2枚除菌モードで乾燥させてみたんですけど、こちらですね、電気代実は大差ございませんでした。なので、赤ちゃんの衣類、車中泊の温泉、銭湯で濡れたタオルなんかはこの除菌モードで乾かした方が安心かもしれません。はい、ということでいかがでしたでしょうか。素晴らしいマシン。しかしちょっと待て。ここからですね、禁断の検証参ります。ビビリの家族へ行くキャンピングカー生活。このまま綺麗に終わる気は毛頭ございません。まずこちらの映像をご覧ください。我が家車内で焼き物めちゃめちゃやります。もちろん焚き火も大好物でございます。お待たせしました。アウトドアを愛する皆様、匂い問題、このモールスゼロで解決できるのかどうか。僕これ実は個人的にですね、一番注目してた機能でございます。リフレッシュ機能。これ匂い除去できるということで、感動するという声も寄せられているほど非常に効果があるということなんですね。ならばやってやろうぜと、我が家の相棒焼き鳥屋台、そしてスペシャルゲスト、フィーチャリング豚ホルモン、最強タッグでお送りさせていただきます。参ります。これこんな臭いんだね。これはもう辛い。極端なレベルだと思います。そうだ。くっそ。だってさ、やばいね。油がさ染み込んでるからさ、まあ原理的にありえない。じゃあ行きます。リフレッシュモード60分参りました。この臭い匂いがさ室内に充満したりはしない。今匂い来てない？外に来てる気がする。来てる？背面から匂いが出るはずなんで。あ、ちょっと出てるかも。出てるよね。出てる。匂いどう？消えてる。部屋の匂いはないね。途中やばかったよね。最初やばかったけど、ね、今は。じゃあ行きます。すごい少なくなったけど香っています。でも場所によってはしないところもありの。完璧には消えてないけど、ここまで消えるんだったら多分普通のやつは消えるんじゃない？はい、ということで検証結果です。だいぶ意地悪な検証なんですけども、実際ですね、焚き火の匂いとかって本当に取れないんですね。でこれホルモンで40分ぐらいこれいぶしておりますので、まず絶対取れないっていうレベルまで匂いつけた状態でここまで取れたので、これ相当力あると思います。油吸い込んでたのにカラッとしてて、そうだね、嫌じゃなくなった。でもこれはすごいと思います。すごいと思う。これはすごいと思います。で消費電力がすごくいい。 7% しか減ってないので、60分回し続けて 7% しか使ってないですね。洗濯に失敗して臭くなる時、曇りの日とかああいう時めちゃめちゃもう完全に大丈夫なんじゃない？そうだと思う。このレベルだったら。はい、で気になる音の部分なんですけども、こちらキャンピングカーの室内で、マイクをモルスゼロから約 1.5 メートル先に置いた状態ですね。部屋の全体に響き渡る音を生音でお聞きください。はい、続いてこちらは我が家が普段使っているシャワールームでドアを閉めた状態での音の大きさです。マイクは同じく 1.5 メートル先に置いております。はい、ということでモルスゼロ、この他にも靴やシワを軽減して乾かすシャツモード、さらにシルク素材なども乾かせるようなモードがあるとのことでございます。3週間みっちり使わせていただきましたけども、もう本当にクオリティの高い商品だなという感じでございました。小さい子供の洗濯、ささっとやってささっと乾かす、これ本当に楽です。値段もなかなかのクオリティでございますけども、今回のプライムデーセールに、チャンネル専用の割引コードをいただきました。最大11,500円割引になり、58,300円での購入チャンスになります。はい、ということで皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。